皆さんこんにちは、みさとです。ここは大和路線の王子駅です。ただいま時刻は4時9分。早朝すぎる時間帯で駅はひっそりしています。この駅は奈良県内で一番早い始発4時36分発があります。今回はスタートにこの列車に乗って北海道へ日帰り旅をしてみたいと思います。北海道への日帰りでの往復、関空から始発で飛んで最終便で帰ると現地で長く楽しめるので、それで旅程を考えますが、ピーチの関空発の始発は7時20分、近鉄の始発で向かっても間に合いません。帰りの関空着時間は22時30分。23時のラピートに乗れたらギリ間に合いそうですが、到着後30分で関空駅からの列車に乗るのはかなりリスキーな気がします。天王寺か関空で全泊か関空まで車で行くことを考えました。何かの機会に王子駅の始発時間を見ると4時36分と群を抜いて早いことに気がつきました。これなら間に合うでしょうとこのプランを考えました。と説明している間に奈良県で一番早起きな始発電車を発車。列車の行き先は JR 難波行きです。JR 難波行きです。この列車で新今宮まで乗車。ここで乗り換えます。ホーム前方の階段を上がって西改札口を出て向かいにある南海新今宮駅へ乗り換えます。床面に特急ラピート空港急行は3番乗り場と出ているので、それに従います。次に乗るのは新今宮5時17分発の空港急行関西空港行き。映っていませんが、ホームには空港に向かうお客さんがそこそこいました。乗車する空港急行が到着、乗車します。この列車で行くと関西空港には5時58分着。新千歳空港行きの出発は7時20分なので、出発の1時間22分前に関空駅に着けば間に合うでしょう。特急ラピートは時間が早すぎて、この時間はまだ走っていない時間帯です。新今宮から41分乗車して関西空港駅に到着。かなりのお客さんが乗っていたのですね。ちなみにこの列車が難波から関西空港へ朝一番早く着く電車です。改札口を出まして利用する航空会社はピーチなので、向かうのは第2ターミナルビル。改札を出た右方向のエアロプラザへ歩きます。エアロプラザへの連絡橋に動く歩道があったので乗ります。エアロプラザに入ったら左側へ第2ターミナルビルへの無料連絡バスの案内板がありました。ここを入ってすぐ見えるエスカレーターで降ります。1階に降りて外に出たら右方向へ。バスが見えてきました。2両連結のバスに乗ります。時計を見ると6時4分。空港急行到着が5時58分なので6分ほどでした。本日は関西国際空港をご利用くださいまして誠にありがとうございます。このバスは第2ターミナルビル行き連絡バスでございます。18分乗車して第2ターミナルビルに着きました。国内線は降りて左と書いています。中に入って私はピーチのアプリで事前にチェックインを済ませていたので、あとは保安検査です。中に入って右側でした。搭乗券の QR コードを読み込ませて保安検査場へ。保安検査を終えました。この時点で6時16分。出発予定時刻の25分前までにここを通過するようにとのことなので、余裕を持って通過できました。あとは搭乗開始までここで待機。私の乗る便札幌行き MM103 便は7時ちょうどに搭乗開始とのこと。このエリアで時間まで待ちます。朝食がまだだったのでここでいただきます。何箇所かはコンセントがあるので充電できました。搭乗開始では88番ゲートに向かいます。
88番ゲートまで360メートルあるのだとか。88番ゲートで搭乗券の QR コードを読み込み、第2ターミナルは飛行機まで歩きで、この日は雨、傘をお借りして歩きます。MM103 便に乗り込みました。そして離陸しました。この日は天候が悪く、なかなかシートベルト着用サインが消えず、30分ほどそれが続きました。機内にはトイレがありますが、シートベルト着用サインが消えずじまいなこともあるようで、その場合お手洗いには行けないこともあるそう。しばらくして室内灯は現行状態に。8時10分頃に新潟上空と機長から放送がありました。8時53分頃に再びシートベルト着用に。高度を下げた後、新千歳空港に着陸。9時7分でした。でも飛行機から降りるまでなかなかですね。後ろの方の座席なので時間がかかります。これから JR で札幌に向かいますが、新千歳空港は JR への乗り換えは楽だったと思います。荷物を預けていないので待つことなくスムーズに。エスカレーターで地下に降りたら新千歳空港駅です。1本前の9時29分発でも乗れましたが、その後の区間快速エアポート39号に乗ります。駅ネットで指定席、U シートを取りました。区間快速ということで停車駅は多めです。9時39分、区間快速エアポート39号は新千歳空港駅を発車。地上に出たら、まあ良いお天気です。台風が近づきつつあった関西とは大違い。区間快速エアポート号札幌行きです。区間快速は北広島駅までの各駅に停車して札幌まで43分かかります。一番早い特別快速なら36分。エアポート号札幌行きです。やがて函館本線が合流し、まもなく札幌駅です。工事をしているのは新幹線の工事ですね。札幌駅に着きました。新千歳空港からの運賃は1230円と見えました。結構いいお値段ですね。ということで札幌駅です。これから札幌で何をするかと言いますと、時間は10時半を回ったところ、少し早いのですがお昼ご飯のところに向かいます。もう一度 JR の改札に入りまして、10時37分発の北広島行きに乗ります。これは古い721系電車ですが、私のアーカイブチャンネルでも映っていると思います。懐かしいですね。この列車は札幌の隣の苗穂駅で下車。改札を出ると北海道新幹線の高架工事が見えました。この付近は札幌車両基地になる予定だそうです。これから行く場所は駅の北側なので自由通路で JR の線路をまたいでいきます。歩いていくと JR 北海道の苗穂工場が見えました。車両の整備はもとより車両の製造、改造、廃車地の解体まで行っている工場です。旧型客車までいますね。この自由通路の続きが有尾札幌の商業施設まで続いています。冬の時期でも寒さを避けて天候に左右されずアクセスできますね。有尾札幌の中を通り抜ける感じになります。外に出るとレンガ造りの建物、煙突が見えました。1階に降りていき、札幌ビール園の北側に出ました。今日のお昼はここ札幌ビール園でジンギスカンをいただきます。バスで札幌駅から来るとこの辺りがバス停になります。実はだいぶ前もここに来たことがあるのですが、その時はバスでした。バスの方が降りたらすぐです。でも今回は苗穂駅が札幌駅寄りに移転したので、駅から歩いてもいいかなと歩きました。バスだと交通事情によって所要時間が変わりますが、電車だと札幌駅から苗穂駅まで2分です。
受付はこの奥、レストランはこちらですが、先に受付に向かいます。この尖った建物です。予約をしていたら直接レストランへ向かえば良いそうです。ここで4つのレストランから選びます。受付を済ませました。開拓時間にしました。15分以内とありますが、営業は11時半から。今の時間は11時15分なので少し待ちます。外にいても風が爽やかで気持ちよかったです。札幌ビール園開拓士館の建物、ツタが絡まるレンガ造りで歴史を感じさせます。11時半になり中に入ります。2階に上がりまして席に着きました。メニューはこんな感じ。はい、ここは生ビールとジンギスカンのお店です。食べ放題と行きたいところですが、私はそんなに食べられないので、ベーシックなジンギスカンと焼き野菜のセットにしました。他にご飯小、ウーロン茶とハスカップシャーベットも注文。紙エプロンをしまして焼き始めます。油を引いて周りに野菜を置いて、真ん中でお肉を焼き始めます。一人焼肉奉行をしています。タレにつけていただきます。美味しいです。ご飯が進みます。野菜もいただきます。こんな感じで焼いてはいただき、撮影しているのも忘れていただいていました。こちらはハスカップシャーベット。北海道特産で果実の見た目はブルーベリーに似ていますが、ハスカップの実は潰れやすく市場に出回らず、ジャムやゼリーなどで出回ることが多いそうです。カルシウム、鉄分、ビタミン C、アントシアニンが含まれており、アイヌでは不老長寿の実とされてきたそうです。味はすっきりした不思議な味、美味しい部類です。変わった色合いですが、とにかく不思議な甘さで美味しかったです。お肉も完食、ハスカップシャーベットも美味しく完食しました。店内はこんな感じ。開拓士館という雰囲気であふれていました。ごちそうさまでした。タブレット端末をレジに持って行って精算です。ジンギスカンの焼き野菜セットが2000円、ライス小が270円、ハスカップシャーベット450円、ウーロン茶が430円、合計3150円でした。お腹もいっぱいになって満足して階段を降ります。苗穂駅に戻りました。時刻は13時を過ぎて、この後は札幌駅に戻りますが、次の列車は13時13分。その間に快速エアポートや特急の通過を眺めていました。私の乗る列車が到着。また721系でした。こうしてまた札幌駅に戻りました。この次は北海道庁旧本庁舎、赤レンガ庁舎に行きます。ここから徒歩9分、600メートルと出ていますね。赤レンガ庁舎まで早送りでお送りしています。歩いていくとレンガ造りの門が見えて、そこが北海道庁旧本庁舎、赤レンガ庁舎に着きました。以前来た時は工事中でハリボテの赤レンガ庁舎でした。赤レンガ庁舎に入ってみます。店舗のみの利用は無料らしいですが、私は中を観覧したいので入場料は300円。券売機で発券します。パンフレットをいただきました。見学巡料は2階から。こちらは赤レンガ庁舎そのものについての展示。昭和と令和の2回復元工事をしているのですね。歴代北海道長官知事の執務室です。こちらは長官知事の机。この部屋はアイヌ文化と歴史の部屋。床には北海道の形が描かれています。アイヌの人たちの生活で使われた道具ですね。こちらは北海道の遺産文化の展示の部屋。パンフレットに北海道遺産とあります。
稚内のドームもありました。日課ウイスキー余市蒸留所、朝ドラになったあの主人公の余市、今お昼に再放送中です。ここを見て実際の北海道遺産文化を見に行くのもいいですね。2階を見終えて階段を下ります。1階では白い恋人のショップ、カフェとレストランがありました。ここで白い恋人をお買い上げ、2個入りの小さな箱とこちらの箱を買いました。ありがとうございます。出口はこの下へ。創建時には蒸気暖房のボイラー室として使われた部屋、北方領土の展示室もありました。入場料300円で充実の展示内容でした。南側から見た赤レンガ庁舎、こちらからも入れるんですね。さて次は札幌市時計台に行きます。ここから徒歩8分600メートルと出ています。時刻は14時15分。さて日帰りで時間が限られていますが、どのぐらい札幌を回れるでしょうか。スマホの Google マップの通りに歩いています。赤レンガ庁舎から8分ほどで札幌市時計台前に来ました。バス停もありますね。ただ足が疲れてきたのでちょっと休憩します。北海道のコンビニといえばこのセイコーマート。店内にイートインコーナーがあったのでここで休憩させていただきます。北海道夕張メロンソフトと北海道とうきびどら焼きを購入。ここでしばし足を休めます。夕張メロンソフト美味しかったです。そして札幌市時計台へ。時間を気にしていますが今15時過ぎです。時間的に中に入ってしまうと後が差し支えそうな気がするので、とりあえず外から見るだけにします。前回入れなかったので見たかったのですけど。ということで次は札幌テレビ塔に向かっています。札幌市時計台から札幌テレビ塔まで350メートルで徒歩6分と出ています。大通公園に来ました。6月の札幌はそこそこの気温でしたが、爽やかで過ごしやすい季節でした。札幌テレビ塔が見えました。ここが記念撮影スポットですね。地下鉄だと大通駅が近いんですね。テレビ塔は登ってみましょう。エレベーターで3階に登ってチケットを購入しました。もう一度エレベーターに乗って展望台へ。展望台に着きました。こちらは東側、日本で2番目に広い石狩平野を実感します。だいぶ遠くまで山はないのですね。こちらは北側、札幌駅方面です。札幌駅がビルの隙間から見えました。隣が大丸百貨店ですね。こちらは西側、大通公園が見渡せて、手稲山などを擁する山々が見えています。南側です。札幌市を南北に流れる人工の川の創成川が見えます。青い屋根が見えるところが二条市場です。怖そうという窓がありました。真下が見えます。ほんと怖いです。展望を楽しんで展望台から降ります。工事中ということでエレベーターからの視界はこうなっています。有料エリアから出ました。3階はお土産屋さんがありました。1階までの下りは階段を利用してみました。109段あるそうです。テレビ塔さんがテレビ塔のキャラクターなんですね。階段のところどころにありました。無事に109段を降りまして外に出ました。降りてきた時刻は15時50分過ぎ。ちょっと余裕がありそうなので、この後は先ほどバスした札幌市時計台に行ってみることにします。赤レンガ庁舎、時計台、テレビ塔はそれぞれ近いですし、特にテレビ塔と時計台は近いので移動は割と気楽な気がします。札幌市時計台に来ました。テレビ塔と時計台の共通入場券があるのですね。
別々に買うとテレビ塔1200円と時計代350円で1550円が、共通入場券だと1300円なので250円お得です。訪問予定が決まっていたら共通入場券を買いましょう。ということで時計代の入場券350円を購入。最初にあったのは札幌の文化財と道内の主要な建築物の文化財の紹介。そして時計台の説明、歴史などが詳細に展示説明されています。札幌農学校の演舞場、今でいうと講堂として建設されました。建設を提言されたのはクラーク博士だそうです。農学校の卒業生の紹介もありました。時計台と札幌市民との関わりの説明などもありますね。2階にも展示があります。行ってみましょう。農学校の演舞場です。講堂ということですが、どことなく教会のような雰囲気もあります。ここには時計台の時計装置の展示がありました。これは時計台の時計と同じアメリカの時計メーカーの糖度計。こういう時計が時計塔の中に入っているのですね。数によってあげない。演舞場の前ではクラーク博士の人形と記念写真が撮れます。こうして札幌市時計台訪問を終了。札幌市時計台は日本三大がっかり名所の一つとして言われていますが、展示内容が充実していますし、訪れてよかったと思います。350円では安いと思うぐらいでした。さて時刻は16時半を過ぎています。30分以上展示を見ていました。一応これで札幌観光は終えまして、駅に戻るとします。ここから札幌駅まで歩いても11分。苦にならない距離なので歩くとしましょう。時計台の前の道を右方向にまっすぐ行くと札幌駅です。道の向こうに赤レンガ庁舎が見えました。こうして札幌駅まで歩きました。あとは快速エアポート号で空港に戻ります。17時ちょうど発の快速エアポート144号新千歳空港行きです。帰りも U シートを利用します。この列車の所要時間は39分。朝乗った快速エアポートにはコンセントがありましたが、帰りの快速エアポートはコンセントなしの車両でした。南千歳駅を発車して空港駅への地下線に入りました。新千歳空港駅到着、下車します。帰りもピーチを使うので、ピーチ出発と書いてある方へ行きます。ここが地上階で、もう1回エスカレーターに乗って2階。この一番先、奥の方がピーチ専用の保安検査場 A がある場所です。位置を把握したので、あとは夕飯とお土産購入などのフリータイムです。今時刻は17時45分頃。帰りの飛行機は20時10分発なので2時間以上時間があります。空港のセンタープラザではちいかわのポップアップストアが開催中でした。あとはお土産を見て回ったり、3階のグルメワールドで夕飯にしました。ドライブイン伊東豚丼専門店豚丼名人、こちらで夕飯にしました。豚丼とお味噌汁をオーダー。分厚い豚肉ですがとても柔らかかったです。山椒もかけたりしていただきました。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。もう少し時間に余裕があるので4階へ。ガンプラのお店があったり、宿泊できる温泉施設がありました。3階に降りまして向かった先はフードコート。ここで飛行機を見ることができます。屋外の展望デッキにも行ってみました。こんな感じの展望デッキでした。
こうして2階に戻り、ピーチの搭乗カウンターへ向かいます。出発45分前でしたが、保安検査場は少々混み気味でした。なおチェックインは行きと同じくアプリにて済ませているので、いきなり保安検査に行っています。そして保安検査後の搭乗待合室です。実は私、20時20分発と勘違いしていて、椅子に座って間もなく搭乗開始だったのでびっくりでした。いえ、十分間に合ったのですけどね。そして機内です。帰りは窓側になりました。指定はしていないのですが、窓側に。夜はあまり景色が見えないから通路側を希望される方が多いのでしょうか。行きはエアバス A320 でしたが、帰りはエアバス A320 ネオでした。帰りの便は北海道を旅行されたお客さんでお疲れなのでしょう。静かな機内でした。どら焼きの方は帰りの飛行機内でいただくつもりでしたが、家で食べました。着陸態勢に入った頃から盛大に揺れましたが、無事に関西空港に着陸、飛行機から降ります。後ろの方の窓側なので降りるのがだいぶ遅くなります。こんな時間に窓側があてがわれたのは、この到着後のことを考えて通路側の方が人気があるのかもしれません。その後長い通路を歩きまして、手荷物は預けていないので通過。第一ターミナルへの連絡バス乗車で並びましたが、列がはけるのは早かったです。連絡バスを降りて皆さん駆け出します。時間的には23時前で、ギリギリラピートの最終に乗れたか乗れないか、そんなタイミングでした。実際私が乗ったのは関西空港23時6分発の空港急行南海難波行き。深夜の南海本線を疾走します。ここが空いたので車端部のボックスシートに座りました。朝と同じく新今宮で乗り換えます。ここまで遅れなしでしたが、 JR は雨の影響で少々遅れ気味。1本前の大鳥行き快速が5分遅れて、当然私が乗る4分後の奈良行きの列車も遅れますね。遅れている大鳥行き快速の後、奈良行きの普通列車が来ました。この時間は快速の運転は終わっています。奈良行きの電車内で日付が変わりました。動画のタイトルで北海道日帰り旅となっているので、少々バスが悪い気もしますが、終電までは当日限りの切符でも乗れますし、そこはご容赦願います。こうしてこの旅のスタート地点、王子駅に帰ってきました。さて今回のかかった旅費ですが、関西空港、新千歳空港の片道が4500円、往復9000円。これは弾丸往復運賃の価格です。これに空港使用料などの往復1760円をプラスした12040円でした。発券手数料の往復分1280円あるのですが、クレジットカードの引き落としには含まれていません。なぜなんでしょうね。あとはご覧のようになっています。航空券代より他の方が高くなっていますが、これは関空までの運賃、新千歳空港から札幌までの往復で UC と指定券代を除いても5220円かかっています。空港まで離れているのでこれは仕方ないですね。こんな感じで奈良県から北海道日帰り旅いかがだったでしょうか。朝一番の便で北海道へ、最終便で大阪へ帰る。これで下手すれば片道分の料金で行けるのですから、かなりお得ですよね。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。